皆さんこんにちは、レンです。皆さん元気ですか？今日の動画のテーマは寝る前に聞く日本語です。寝る前ね。寝る前これなんだ。寝る前に聞く日本語、わかりますか？はい、寝る前に聞く日本語です。 YouTube のコメント欄でたまに僕の声がすごいリラックスできるっていうのが結構あって、僕自身も寝る前にスペイン語とか英語のポッドキャストを聞きながら寝ることが多いので、今日の動画では皆さんが寝る前に聞ける日本語の動画を作ろうと思います。はい、今日は寝る前に聞く日本語なので、いつもの動画よりも小さい声でゆっくり話していきますね。今回は画面を録画して YouTube にアップロードしますが、もし寝る前にこの動画を見ているなら画面は見なくても大丈夫です。そうですね、ポッドキャストとして聞いてくれればなと思います。皆さんは何時にこの動画を見ていますか？今の時間は9時6分です。9時、夜の9時ですね。夜の9時にこの動画を撮っています。僕は毎日10時には寝るので、もうそろそろ寝る時間ですね。9時。結構眠いです、正直。たまに9時に寝ています。僕はすごい早い時間に眠るんですけど、9時とか10時とかにね。でも起きる時間が早いわけじゃなくて、起きる時間も遅いんですよね。なので早く寝て遅く起きる、9時とか10時とかに寝て朝は8時ぐらいに起きたりするので、本当にすごい時間寝てるんですよね。ロングスリーパーってやつですね。めちゃくちゃ寝るんですよね。めちゃくちゃ眠くて10時間ぐらい寝たいなっていつも思ってます。皆さんは1日どのくらい寝てますか？何時に寝て何時に起きていますか？気になりますね。なんかたまにショートスリーパーって言って寝る時間がすごい短い人がいますよね。長い、短い人たまにいると思います。あれすごい羨ましいですよね。ずるいですよね、ああいうの。だって睡眠時間が短ければそれだけ自由な時間が増えるわけじゃないですか。僕がもしショートスリーパーだったら夜までアニメを見れますし、そうですね、もっとダラダラできるんですけど、たくさん寝ないといけないので、すごい時間を無駄にしている気分になりますショートスリーパー羨ましいですよね。歴史上の人物だとナポレオンがショートスリーパーだったみたいな話を聞いたことがあります。ナポレオンわかりますか？フランスの何年くらいの人ですかね。1600年くらい、ちょっと全然わかんないですけど、フランスのすごい人ですね。フランスの有名な人、ナポレオンですね。ナポレオンは確かすごいショートスリーパーで寝る時間がすごい短かった、3時間くらいだったみたいな話を聞いたことがあります。他にも歴史上でショートスリーパーだった人っているんですかね。すごい気になります。いやー、羨ましいですね、ショートスリーパーは。不満を言ってもショートスリーパーにはなれないので、おとなしくたくさん寝ましょうか。そうですね、しょうがないですよね。もう自分の体の作りとして睡眠がたくさん必要なので、しょうがないかなって思います。皆さんは睡眠時間長いですか？それとも短いですか？ショートスリーパー。はい、話は変わりますが、皆さんって寝るときに何か聞いたりしますか？音楽とかポッドキャストとかラジオとか
聞いたりしますか？多分ですけど、今の時代かなり多くの人が何かを聞きながら寝ると思います。僕もそのうちの一人で、寝る前に YouTube の音を聞いたりポッドキャストを聞いたりしてます。皆さんは何を聞きながら寝ますか？僕はさっきも言ったんですけど、ポッドキャストを聞いていて、英語のポッドキャストですね。特にルークス・イングリッシュ・ポッドキャスト、僕のお気に入りのポッドキャストなんですけど、そのポッドキャストを聞きながら毎日寝ています。これは僕だけかもしれないですけど、外国語を聞きながら寝るのってすごい気分良くないですか？すごいいい気分になれると思うんですよね。好きなポッドキャストを聞くとすごいリラックスできますし、英語の勉強にもなるので一石二鳥だなって思います。ところで皆さん、一石二鳥って言葉知ってますか？かなりよく使われる言葉なので、良ければ今日は覚えていってください。一石二鳥という言葉を分解すると、まず一石というのは一つの石という意味です。で、二鳥っていうのは二羽の鳥、二匹の鳥のことを二鳥と言います。一つの石で二羽の鳥を捕まえられる。これが一石二鳥の意味ですね。一石二鳥の意味は、一つの行動で二つ以上の成果を上げること。難しいですね。一つのことをして二つの効果が得られること。これが一石二鳥です。文字の通りですよね。一石二鳥って確か英語にもありましたよね。そんな言葉。一つの石で二羽の鳥を捕まえる。一石二鳥。英語にも同じような表現がありますよね。あと多分ですけど、スペイン語にも同じ表現がありますよね。多分、ちょっとわかんないですけど、多分同じ一石二鳥の表現が使われてると思います。全世界で使われてるんですかね。他の言語はどうですかね。中国語とかドイツ語とか、他の言語でも同じように一石二鳥っていう表現があるならすごい面白いですよね。なんでそういう表現が使われるようになったんですかね。ちょっと気になりますね。はい、続いてはナイトルーティーンについて話したいと思います。ナイトルーティーン、英語と同じですね。ナイトルーティーン。ナイトは夜ですよね。ルーティーンは、ルーティーンって日本語で何て言うんだろうな。結構ルーティーンっていう単語自体を使っているので、ルーティーン、決まった習慣とか、習慣ですね。夜にすること、夜によくする習慣っていうのがナイトルーティーンです。皆さんはナイトルーティーンはありますか？僕はそんなにないですね。そうですね。そんなにないかなって思います。多分みんなと同じですね。寝る前に夜ご飯食べて、でお風呂に入って、バスタブですね。お風呂に入って歯を磨いて寝る。夜ご飯を食べてお風呂に入って歯磨きをして寝る。これが僕のナイトルーティンですね。これナイトルーティンって言うんですかね。当たり前すぎてなんか違うんじゃないかって思います。でもありました、ナイトルーティン。僕寝る前にストレッチをするんですよね。ストレッチ、体をこう伸ばすんですよ。体を伸ばすこと、これがストレッチです。ストレッチですね。はい、こうやって寝る前に体をほぐしてから寝ます。はい、夜にストレッチするのって結構いいと思いますよ。睡眠の質が上がるんじゃないかな。多分上がると思います。
そんな気がしますはい、なのでぜひ夜ストレッチしてから皆さん寝るようにしてみてください。皆さんのナイトルーティンは何ですか？コメント欄で教えてください。はい、これまだ動画聞いてる人いるのかな？もう寝ちゃったかなまだ起きてますか皆さん？寝てもいいです、全然。全然寝てください。疲れてますよね。はい、ここまで見てくれたら、見てるかい？見てる？見てますか？ありがとうございますまだ見てくれてるんですね。そろそろ眠くなってきたんじゃないですか？はい、もう少しだけ話して終わりたいと思います。では最後に、睡眠の質を高めるための習慣について話したいと思います。睡眠の質っていうのはクオリティですね。質、クオリティ。睡眠の質を高めるための習慣について話します。全部で3つあります。1つ目が部屋の温度を下げることです。温度っていうのはなんて言うんですか？暑いとか寒いとか、そういうのが温度です。はい、寝るときは少し涼しいくらいがいいみたいです。涼しいっていうのは暑くも寒くもないけど、ちょっと冷たいくらい、それが涼しいって言うんですけど、少し冷たい、少し涼しいくらいが一番いいらしいんですよね、睡眠に。なので寝るときは少し部屋の温度を下げて、少し涼しいくらいで寝ましょう。はい、これが1つ目の習慣です。2つ目が寝る1時間前からスマホを触らないことです。はい、スマホというかブルーライトですね。画面を見ること、スクリーンを見ることがあんまり良くないので、寝るときはスマホだったりパソコンだったりを触ることはやめましょう。でもこれ結構難しいですよね。どうしても僕も寝る前までスマホを見ちゃって、あーってなっちゃいます寝る前こそついついスマホを見てしまうと思うんですよね。これは難しいですが、できなくてもいいですよ。できたらすごい、できなくても全然いいです。僕もできないですからねはい、寝る前はブルーライトを避けるようにしましょう。スクリーンを見ないようにしましょう。はい、これが睡眠の質を高める2つ目の習慣です。で、最後3つ目の習慣は、朝起きたらすぐに外に出て日光を浴びることです。はい、これは朝にする習慣ですけど、夜睡眠の質が高まります。朝起きたら30分以内に外に出て日光、太陽の光を浴びましょう。そうすると夜たくさん眠れるみたいですね。全然理屈は分かんないです。どうやってなんでそうなのかは全然分かんないんですけどすいません全然あるんじゃないですか。多分そういうのがホルモンとか化学物質とかセロトニンとか、多分そういうのがいろいろあって、夜たくさん眠れるんじゃないかなって思いますちょっと全然詳しい理由は知らないので、もし気になったら皆さん調べてみてください。でも日光を浴びるといいっていうのは本当ですよ。なので朝起きたら外に出て太陽の光を浴びるようにしましょう。別に太陽の光が出ていなくても外に出て日光を浴びるのがすごい大事なので、晴れでやる必要はなくて、曇っていても外に出ることが大事みたいです。
なので、はい。明日の朝起きたら、ぜひ外に出て太陽の光を浴びてみてください。はい。以上が睡眠の質を高めるための3つの習慣でした。はい。ここまで動画を見てくれてる人いますかね？なんかみんな寝ちゃったかな僕もこの動画を撮りながらちょっと眠くなりましたね。今日は少し疲れました。もう寝たいです。はい。ということで、そろそろ動画を終わりたいと思います。ここまで見てくれた人、見てくれた人、ありがとう。ありがとうございます。はい。また次の動画でお会いしましょう。では、僕は今から寝ようと思います。布団がありますので、今から寝たいと思います。はい。では皆さん、今日も動画を見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。あー、疲れたー。